どうもツナです。今回は前回の大宮編に続いて氷川神社まで足を伸ばしてスナップしてきました。その後埼玉新都心までさらに足を伸ばしてスナップするんですけど、今回は氷川神社編ということでまとめてみました。これは街灯に止まっていた鳩を撮影してみました。ちょっとおしゃれな街灯に鳩のシルエットがとてもいい写真としてなったと思います。ここでは神社まで続く参道ですね。人気があまりなかったので撮ってみました。ちょうど一眼カメラ持ってた方がいましたね。ここでは鳥居が見える交差点まで来たので、交差点の反対側から鳥居側にかけて1枚撮ってみました。こんな感じですね。すごい大きい鳥居が構えてますね。そして今の交差点を渡って鳥居の前まで来ました。ここで1枚撮ったんですが、ドーンと構える鳥居がかっこいいですよね。とても神聖ある感じが漂ってます。ここでは参道と並行する車道側に緑の葉に覆われる建物があったので撮ってみました。で、覆っている葉が上に枝木が広がりを見せるような木に見えましたね。でもこういうところ来ると時間がなおゆっくりに感じますね。神社ってほんと心落ち着きますよね。訪れる人みんなそういう気持ちでいられると思うので、日々慌ただしい日常とは全く別の空間ですよね。ちゃんと鳥居の下ではお辞儀しますよで、境内に入ってまず目に飛び込んできたのは右前に見えるんですけど、酒樽のこの積み上げられたものですね。これすごいなと思ってまず1枚写真撮ってみるんですけど、なんかちょうどね光と影がちょうどその酒樽を照らしていたというかですね、それによって趣深い写真になりました。でも神社って本当にいいんですよね。なんか日本人の心の拠り所みたいな本当でも心を落ち着かせてくれる場所ですね。今日何もすることないなって思った時はぜひ神社に行くのおすすめです。次にここではご神木ですね。二股に大きく分かれる木がすごく神聖ですね。ご神木前には階段があって、そこから登って木に直接手を触れやすいようになされてますね。バリアングルぐるぐる回してますけど気にしないでくださいここは稲荷神社なんですけど、なんといっても目を引くのがこの鳥居ですよね。この鳥居の数、やっぱ他にはないこの続く鳥居というのがやっぱり珍しくて撮影してみました。こんな感じですね。あとちょっと移動して斜めから撮ってみたりとか、そうすることでこの鳥居の数をたくさん視聴できるような形で撮れるのでいいかなと思って撮ってみました。でまたさらにこの横ですね、真横に移動してほんと真横から撮ってみたらどんな感じに映るかなと思って試してもみました。あんま真横から撮ることってそうないと思うので、こんな感じですね。これだけの数があるからこれもまた絵になるのかなって思いますね。で今の近くのところにこうやって紅葉があったんですよね。この季節にもみじってまだ紅葉しているところがあるんですね。すごく綺麗で光が差し込んでたので撮ってみました。そしてこの稲荷神社の横に池があったんですね。で池の先に赤い橋がかかってるのが見えて、とても雰囲気良くていいなと思って撮るんですけど、でその橋に誰か歩いてこないかなと思ってずっと待って狙ってたんですよね。でもその歩いてきた人が映る余地っていうのがすごくわずかな部分でしかなくて、木と枝木の間に歩いてくる人が来るのをずっと待ち続けて狙ってたんですけど、なかなか来ないんですよねとにかく歩いてくる人が来たらもう連写で撮ろうと思ってずっと待ってました。
はい、こんな感じですね。本当わずかな部分の余地でしかないんですけど、歩いてくる人が来たので撮ってみました。ここでは石の椅子に座るカップルがとてもいい雰囲気だったので撮ってみました。奥に映る赤い橋もね、また雰囲気をよく際立たせてくれますよね。で、この池にはたくさんカメがいたんですよね。で、手前にカップルが寄り添っていたんですけども、この中ではカメを視聴したかったので、ピントはカメに合わせて撮ってみました。で、この池の奥にまた赤い橋がかかってるんですけど、あそこは神橋と言われるまた神聖な場所の一つだそうです。こんな感じですね。奥に車が1台見えますけど、あそこは車の厄払い所だそうです。ここでは橋の下を覗く家族がいたんですけど、その中で子供だけ違う方を振り向いた瞬間があったので撮ってみました。やっぱ大人と子供って見る視点が違うんですかねここでは外国の方がね、こうやって怪しく立ってたのがね、気になって撮ってみたんですけど、でもこの先分かったんですが、着物をねこう着られてポートレート撮影されていた外国の女性の方がいたので、先ほどの方の多分奥さんかなって思いましたね。でもこうして海外の方が日本に来られてね、着物を着られてこうやってね神社とかでポートレート撮影してるのってなんかすごく嬉しいですよね。日本の古き良き文化や風習ずっと残っていてほしいですよね。で、ここでは楼門を撮ってます。で、この楼門をくぐった先に拝殿があります。朱色で趣ありますね。この楼門の横に格子窓があったので、その窓枠を前面に撮ってみました。奥に映る絵が面白いとかいうわけではないんですけど、こういう撮り方が面白いかなってことで撮ってみました。これは袋絵馬というもので、通常の絵馬って木の板に名前や願い事などを書くんですけど、これは紙に書いた願い事を巾着袋に入れるっていう、プライバシーが守られた絵馬ということで生まれたものらしいです。とても色鮮やかで綺麗ですよね。ここでは通常の絵馬がたくさんあるんですが、後から写真を見返して気づくことがあったんですけど、絵馬って前向きになれる願い事が書かれることが多いと思うんですけど、自分だけが良くなる願い事に限らず、家族みんながね健康でいられますようにとか書いてあった絵馬があって、いい子だなって思ってね、なんか見てるこっちも温かい気持ちになれるというか、幸せな気持ちになれるというか、そんな力が絵馬にはあるんだなって感じましたね。手書きで書く良さっていうのもありますよね。ここは診察とかお守りの授与所ですね。これは舞殿っていう建物ですね。で、この下のところにある模様が面白くて撮ってみました。で、これを白黒にすることで模様が際立ってまた面白い写真になったんじゃないかなって思います。ここが拝殿ですね。人それぞれ人生もいろいろで、願い事もいろいろで感慨深いですね。ここでは上を見上げた時に木の枝のコントラストというか、なんかね枝の主張が強くて面白かったので撮ってみました。ここはまた舞殿ですね。全体が映るように下がって撮ってみました。こうしてアフレコで音声を後から入れてるんですけど、動画編集していてまた改めて来たくなりましたね。この日は撮ることばっかりに集中していて全然お参りしてないんですよなので改めてちゃんとお参りしに行きたいなって思いました。ここでは楼門にかかってたのれんをね撮ってみました。こういったのも本来のれんではなくて正式な名称があるとは思うんですけどね。ここでは小さい子が砂利で遊んでいた様子が可愛らしくて撮ってみました。
で後ろのねお父さんがねこう手が汚れるからやめなさいとか注意するわけでもなくね、温かい眼差しで見守っていたのがいいですよね。ここは神楽殿ですね。前殿と似たような建物になります。また出入り口となる三の鳥居という名前のあるこの鳥居に戻ってきました。最後にまたお辞儀して今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた。